40年以上にわたって歴史を積み上げてきたガンダムシリーズ。その裏側には公式記録から制作現場の逸話まで膨大な真実が埋もれています。ただ歴史の長いシリーズだけにネット上で語られる噂の中には真偽不明のものも少なくありません。そこで今回は独自にソースを遡り、確証が得られた驚きの裏話だけを厳選したガンダムのトリビア7選をご紹介していきます。ダブルゼータの幻のラスボス、アムロの生涯のライバルであるシャア・ズナブル。ゼータガンダムではクワトロと名乗りアムロたちと共に戦いましたが、最終決戦で行方不明となっています。そのため続編となるガンダムダブルゼータには登場していないのですが、初期案ではシャアがラスボスとしてジュドーの前に立ちはだかる可能性もあったようです。ガンダムダブルゼータではハマーン・カーン率いるネオジオンとジュドーたちガンダムチームを中心とした物語が繰り広げられています。そのためどちらの勢力とも縁が深いはずのシャアですが、作中ではハマーンの階層に登場したりセイラに攻め立てられたりはしたものの、最後まで本格的な出番はありませんでした。そんなシャアですが、別冊アニメディア機動戦士ガンダムダブルゼータパート2完結編に掲載された初期案によると、彼はハマーンと手を組んで連邦の敵となる予定だったようです。ハマーンが地球への進軍を開始する頃、シャアは連邦高官を亡き者にするため部隊を率いて行動を始めます。その後目的を達したシャアはハマーン軍と合流。一時期はパイロットとしてアーガナに挑み、ジュドーにとって実戦の教師ともいえる存在となっていきます。やがてハマーンが本格的に地球への攻勢へ転じると、シャアはハマーンを裏切り彼女を討ち取るのです。その隙にアーガナの面々もハマーンの操り人形となっていたミネバザビを救出し保護します。そしてジュドーとシャアの最後の戦いが繰り広げられるというのがダブルゼータの初期構想でした。しかしアムロとシャアの決着を描く逆襲のシャアの制作が決まったことで、この初期案はお蔵入りとなり、ダブルゼータにおけるシャアの登場は見送られたのでした。もし逆襲のシャアの制作が決まっていなければ、ジュドーとシャアという異色の対決が宇宙世紀の歴史に刻まれていたかもしれない。そう思うと非常にワクワクしますね。でもそうすると逆襲のシャアという作品が誕生していなかったのかもしれないので複雑なところです。幻の巨体ゲーマルク。ダブルゼータに登場するニュータイプ専用モビルスーツのゲーマルク。恐竜的進化を遂げた第4世代モビルスーツらしく、全身にメガ粒子砲を搭載した重モビルスーツとなっています。そんなゲーマルクの全高は約22メートル。モビルスーツとしては比較的大きいサイズですが、あれほどのメガ粒子砲を備えている割にはクイーンマンサのおよそ半分のサイズに収まっていると考えると、かなりダウンサイジングされた機体と言えるでしょう。そんなゲーマルクですが、別冊アニメディア機動戦士ガンダムダブルゼータパート2完結編によると、もともとはクイーンマンサ級のモビルスーツとしてデザインされていました。そこから小さくなった理由としては、当初はゲーマルクもプラモデル化して発売する予定だったことが挙げられます。おなじみの144分の1サイズで出すには40メートル級のモビルスーツでは大きすぎたため、20メートル級にする必要があったのです。しかしメーカーが地上編に登場したドアッジなどの旧メカのバリエーションを発売するためにゲーマルクを発売リストから外してしまいました。こうしてゲーマルクはガンプラ化のためにダウンサイジングまで行われながら、現在に至るまでキット化もされない悲劇の機体となってしまったようです。ガンプラ発売のためにサイズを削ったにもかかわらず、結局はラインナップから外されてしまったという不遇の機体なのではないでしょうか。 RX78 って何？連邦が開発した白兵専用モビルスーツガンダムの型式番号として広く知られる RX78。 アニメロボットの型式番号としては最も有名なナンバーと言ってもいいでしょう。そんなガンダムの型式番号ですが、実はもともとアニメのスタッフが考えた番号ではありませんでした。アニメ放映当時、公式側が設定していたガンダムの正式名称はガンダー X78 でした。事実、アニメックが発行していた機動戦士ガンダム大辞典などでもガンダーがガンダムの正式名称として紹介されています。ちなみにこの名称は
作中では使用されなかったものの、機動戦士ガンダム記録全集1に収録されているアニメ第1話の台本では、カットされたブライトとテムレイの会話の中に、ガンダム、ガンダー X78 のことでありますか？君らしいな。我々の相性というのが気に入らんとは、というくだりが残されています。ただ、機動戦士ガンダム宇宙世紀ボリューム2大辞典編によると、当時アニメックの編集長をしていた小牧正信氏は、このナンバーがあまり気に入らなかったようです。そこで、小牧氏は、アニメック独自に、ロボットを意味する R を加えて RX78 と呼称したと語っています。いつ頃からこの型式番号が浸透していったのかは定かではありませんが、1980年7月に発売された144分の1ガンダムのプラモデルの外箱には、すでに RX78 と記載されているため、ファンの中にはこのキットをきっかけにガンダムの型式番号を知ったという方も多いのではないでしょうか。なお、グレートメカニック G2018 サマーにおける長野守氏のインタビューでは、RX78 の由来として1978年から発売されていた車サバンナ RX7 が挙げられています。同氏によると、ゼータガンダムでデザイン協力をした設定デザインチーム新動車も小牧氏に習い、好きな車のナンバーをモビルスーツの型式番号に用いるようになったようです。ちなみに名探偵コナンに登場するアムロレイをモチーフとしたキャラクターアムロトールの愛車は3代目 RX7 である FD3S なのですが、これもガンダムの型式番号をモチーフにしたネタと考えられます。もし RX78 ではなくガンダー X78 が正式名称として広まっていたら、今ほどロボットアニメの型式番号は一般的なものにはなっていなかったかもしれませんね。ガンダムのシールドのもう一つの役割。ガンダムといえば右腕のビームライフル、左腕のシールドを構えた立ち姿が最も印象的です。そんなガンダムのシールドですが、実は作画コスト削減のための装備という側面もありました。ガンダムのシールドは機体の半身ほどのある大きさの兵装で、構えると機体がすっぽりと覆われるため、前方からの攻撃に対して非常に高い防御力を発揮します。作中でもジオンのモビルスーツが放つビームやミサイルを防ぐだけでなく、投擲してモビルスーツを破壊するなど多用途に使える万能武装として活躍しました。そんなシールドの裏事情についてマグミクスが2022年10月28日に公開した初代ガンダムの盾なぜ必要、攻撃から身を守るだけではない重要な役割という記事の中で、かつてサンライズに所属していた風間博氏が盾を構えれば隠れた部分が書かなくて済む手抜きアイテムとしても活用していたと語っています。というのも当時は手作業で毎週通常3000から5000枚もの動画を書いていました。そのため少しでも制作のペースを保つには作業の負担を減らさなければなりません。今のアニメと比べれば線の少ない作画ではあるものの、全てが手作業だった時代にはアニメーターが描きやすくするための工夫が必要だったのです。それこそがガンダムがシールドを構える描写でした。ガンダムがシールドを構えた際に機体が覆われてほとんど見えなくなるシーンをよく見た記憶がある方も多いのではないでしょうか。作画の負担を減らす演出は結果的にロボットが盾に身を隠すという銃弾の飛び交う戦場の臨場感を表現する上でも重要な描写になりました。現場の切迫した事情から生まれた工夫が結果として戦場のリアリティを高める演出につながったのもガンダムが伝説となったゆえんの一つなのかもしれません。ネーミングに込められた本音。ガンダムにはシャア・アズナブルやザク、グフなどユニークな名前を持ったキャラクターやモビルスーツが多数登場します。そんなユニークなネーミングには実は富野監督のスポンサーなどに対する嫌がらせの側面もあったようです。ガンダムの中でも特にジオンのモビルスーツには個性的な名前を持ったものが多いと感じる方も多いのではないでしょうか。グフ、ズゴック、ゲルヌグなど普通に考えればロボットに採用するのがためらわれるほどユニークな名前とも思えます。そんな名前を付けた経緯について富野監督は NHK、BS が2005年8月19日に放送したアニメやは丸ごと機動戦士ガンダムのインタビューで、ユニークなネーミングはほとんど嫌がらせだと語っていました。
富野監督によると、これはスポンサーや代理店の作品に対する姿勢への失望が起因となった行動だったようです。当時、富野監督はスポンサーを試すように、サラリーマン社会とはいえ、こんなネーミングは採用しないだろうという名前を会議などであえて出していました。例えば、シャアのネーミングについては、シャーと来るからシャアなどとスポンサーに説明したそうです。しかし、そんないい加減な理由付けの名前ですが、会議では簡単にパスしてしまいました。それで、富野監督は、この人たちは作品を見ていないんだ。おもちゃが売れればいいんだと感じたと言います。しかも、おもちゃ屋のサラリーマンならまだしも、代理店やテレビ局の人がね、そんな安直なネーミングに疑問を呈しませんでした。このことから富野監督は、みんなシナリオも読んでいない、コンテも読んでいない、アフレコに来ても何も聞いていない、と感じたようです。そのため、こうして安易に受け入れられてしまったシャアをはじめとする主要キャラクターの名前は、ほとんど嫌いだとも語っています。監督が抱いた、スポンサーをはじめとする各社への強い不信感が、唯一無二のキャッチーなネーミングを生んだと思うと、なんとも皮肉なものですね。なぜザクはザクザク？ガンダムのユニークなネーミングといえば、ジオンの傑作量産機ザクも欠かせません。そんなザクの名称にも、意外にもユニークで直感的な由来が隠されています。武骨で兵器としてのリアリティを追求したザク。普通に考えれば、軍事用語などから名前を引用していそうですが、この名前は日常的でコミカルな擬音が元ネタになっているようです。書籍機動戦士ガンダム大辞典アニメック別冊ボリューム16によると、富野監督はザクのネーミングについて、大きい人が歩いてくるとザクザクッと音を立てるからザクと語っていました。つまり足音のオノマトペがザクの由来となっているようです。このようにジオン系モビルスーツにこうしたラフな名付けがされていた背景には、当時のスポンサーの姿勢も関係しているようです。オリコンニュースが2019年4月1日に公開した大河原邦夫モビルスーツの生みの親が語るザク誕生秘話ガンダムへの反骨心という記事によると、大河原邦夫氏は、あの頃はメインのロボットさえ決まればスポンサーは何も言わなかった。それに敵を売れるという時代でもないんですねと語っています。つまり当時のスポンサーにとっては、商売の軸となるガンダムなどメインのロボット以外はどうでもいい存在だったわけです。そのため主役機以外のロボットにどんな名前をつけてもスポンサーは関与しなかったのでしょう。また先ほど触れたように、当時の富野監督はスポンサーへの失意からあえて適当なネーミングを行っていました。こうした様々な要因が絡み合った結果、武骨な兵器にはあまりにもラフな名前がガンダムを代表する量産機の名として世間に浸透したのでしょう。日常に馴染みのある擬音が現場の自由な空気感と混ざり合って、伝説的な量産機の名へと昇華されたというのは、なんとも不思議な巡り合わせなのではないでしょうか。100式の金色度100。機動戦士ゼータガンダムでクワトロ・バジーナの専用機として活躍した100式。金色に包まれた機体カラーと肩に100の漢字が刻まれた姿は、数あるモビルスーツの中でも唯一無二の個性を放っています。そんな100式のカラーと100の文字ですが、実はこれ富野監督が突然会議で言い出したことでした。劇中の100式はエウーゴのフラッグシップ機としてグリプス戦役を戦い抜いていきます。本機には開発者である M 長野の100年戦えるようにという願いが込められ、100式という名前が与えられ、肩にも100の文字が刻まれたという設定です。そんな100式について1986年3月に発売された別冊アニメディア機動戦士ゼータガンダムによると、本機はもともと100式という名前ですらなく、00100型というメモの発展機としてデザインされていました。しかしある日のバンダイとの会議で、富野監督が肩に100を入れます、赤色は古い、金色にしようと突然言い出したようです。その結果100式は全身金色で、肩に100を刻んだユニークな機体としてデザインされました。ちなみに同じく別冊アニメディア機動戦士ゼータガンダムに掲載されたゼータガンダムのプロトデザインの中には、肩にゼータの文字が刻まれたデザイン案もあります。なお
本機の初期案をデザインした長野守氏をモチーフにした M 長野氏が開発に関わっているという設定から、金色の機体カラーや肩の100の文字を長野氏が考案したもののように覚えるかもしれません。しかし、このデザインが考案された時には、長野氏はすでにデザイナーを降板していたため、これらのユニークな発想には関与していないようです。ゼータを象徴する機体のデザインに、監督の突飛なアイデアと制作現場の変遷が隠されているのは、まさにガンダムらしいエピソードなのではないでしょうか。ということで以上、ガンダムに関するトリビア7選でした。スポンサーへの反骨心や、現場の切迫した事情が、結果として、今なお愛される魅力的な設定や演出を生み出したというのは、まさに、怪我の巧妙と言えるかもしれません。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければ、もう一本、動画を見ていただければ、とても嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。